ご覧いただきありがとうございます。今回の動画も JR 氷見線を走る観光列車ベルモンタの動画です。前回の動画では砺波駅から氷見駅まで山側の座席に乗車しました。今回は氷見駅から新高岡駅まで海側の座席に乗車しました。氷見線から望む富山湾、そして立山連峰の絶景をお楽しみください。観光列車快速ベルモンタは可愛らしい一両の観光列車です。先ほど乗車してきた砺波発の氷見行きベルモンタ1号ですが、氷見駅到着後11分の折り返し時間で再びベルモンタ2号として新高岡に向けて折り返して行きます。観光列車ベルモンタの外観は沿線の緑に溶け込むようにか緑色にゴールドのアクセントが入ったカラーリングでした。車体の前面と側面には列車の名称と美しい山と海を分かりやすく表現したエンブレムが設置されていました。海側の座席は氷見線の海の見える方向に向けて固定された座席でした。発車まであまり時間がないので車内の設備などは後ほどご案内します。11時8分快速ベルモンタはほぼ時刻通りに氷見駅を出発しました。お待たせいたしました。本日はベルモンタニアメール2号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この列車はただいま氷見駅をほぼ定刻通りに発車いたしました。この先天原市、新木、高岡、終点、新高岡の順に停まってまいります。お客様にベルモンタニアメール号についてご案内いたします。この列車の名前はフランス語で美しい山と海という意味を持っており、私たちは言いやすくベルモンタと呼んでおります。また車内をご案内いたしますと、窓のデザインは外の景色が絵画のように見えるように額縁風にし、つり革は富山県高岡の地域で人気の高岡銅器をイメージしております。また壁のデザインは富山県南砺市地域で有名な南彫刻を設置しております。ベルモンタ号に乗りながら沿線独自の文化にも触れていただき、ベルモンタ号では事前予約することにより寿司職人さんが車内で握ったお寿司をいただくことができます。それ以外にもプチトヤマ丼やほろ酔いセットなど様々な車内でいただける一品を予約しいただくことができます。最初の停車駅天原市駅を出発しました。ここから越中国部駅手前までの約 1.9 キロにわたって晴れた日には富山湾越しに立山連峰の3000メートル級の山々を望むことができます。今日は天気が最高に良かったので存分に天原市海岸の絶景をお楽しみください。氷見線は天原市海岸の海岸ギリギリを走行するのでまさに絶景を楽しむことができます。通過した踏切の横にある祠のような建物のある場所は義経岩です。義経がこの岩の岩陰で雨宿りしたと伝わる伝説から名付けられました。この伝説が天原市海岸の地名の由来にもなっています。ちょうどこの辺りの右側には道の駅天原市があり、建物から氷見線と富山湾、立山連峰を望むことができます。氷見線に列車が来るタイミングで盛んにスマホを向けておられました。右奥の方に見える白い雲のような部分が立山連峰です。今日は立山連峰がとても綺
ました。またベルモンタはこの場所で一時停車し、車窓の風景をゆっくりと撮影することができます。こちらから見える小島は明和といい、明和と立山連峰が見えるこの場所は富山の代表的な観光地の一つとなっています。しばらく停車した後、ベルモンタは高岡駅に向けて出発しました。観光列車には沿線の見どころの場所で停車することがよくあるので、すごくいいと思います。氷見駅から新高岡駅までの間、地元の観光ボランティアの方が乗車されており、沿線の案内ガイドをされていました。次に見えてくるこちらの島は大岩です。先ほどの明和に比べ注目する人も少なく、ベルモンタも少し速度を上げて通り過ぎる大岩が少し寂しそうにも思えてきました。地元の観光ボランティアの方が言っておられましたが、何度もベルモンタに乗車していますが、これほど綺麗に立山連峰が見える日は年間を通してなかなかないとのことでした。日頃の行いの成果、とても美しく見えた立山連峰を見ながら、観光列車ベルモンタは富山の人気観光地天原市海岸を後にしました。伏木駅を出発しました。ほとんどの方が降りる高岡駅まではあと10分ほどです。合流してきた線路は JR 貨物の線路です。伏木駅を出てすぐに見えてくるこちらのたくさんのバスは大型車両、解体工場に集められたバスで、こちらで解体されるほか部品を外して再利用されるそうです。列車は小矢部川を渡りました。氷見駅を出発し、最大の見どころは先ほどの天原市海岸です。天原市海岸の絶景は氷見線高岡駅に乗車の際には乗車してすぐに、氷見駅に乗車の際には氷見線の終盤に見ることができます。絶景をより近くでダイナミックに見たい場合は、氷見駅は進行方向右側、高岡駅は左側の席をおすすめします。合流してきた線路は貨物線である新湊線の線路です。城花線、そして氷見線は JR から愛の風富山鉄道への移管が決定しています。観光列車ベルモンタが今後どうなるかは今のところ発表されていません。移管後、普通列車は現在の国鉄型機動車から新型の車両に変更される予定です。ベルモンタに使用されている車両が国鉄型機動車なので、今後どうなるかが気になります。愛の風富山鉄道の線路が合流してきました。まもなく高岡駅に到着します。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点高岡です。お出口は左側です。本日はベルモンタ号いかがお楽しみでしたでしょうか。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点失礼しました。まもなく高岡です。高岡でお降りのお客様はお出口左側です。また高岡停車後、この先高岡駅の構内移動を行います。
この先終点新高岡までご乗車のお客様は、車内にて今しばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございました。高岡に到着いたします。高岡駅に到着しました。高岡では10名足らずの乗客を残して皆さん降りていかれました。氷見駅から乗車されていた観光ボランティアの方、寿司職人さんも降りていかれました。隣のホームから出発していった電車は富山鉄道のラッピング電車富山絵巻です。これからベルモンタは高岡駅の構内移動を行います。それまで車内がガラガラになったので少し車内を探検したいと思います。元は向かって左側のようなボックスシートが並ぶ座席配置でしたが、氷見線の海を望む右側の座席はすべて海側に固定されたカウンター席になっています。照明も観光列車に見合ったものに変更されていました。優先座席はそのまま残っていますが、一時的に誰でも座れる座席として使用されていました。車内には富山県南砺市の伝統工芸品稲美彫刻による富山の代表的な風景や花などを題材にした作品が展示されていました。車内には謎のスイッチがついており、押すと扇風機が回りました。車内にあるつり革の持ち手は高岡銅器をイメージしており、おしゃれに装飾されていました。額縁に見立てられた窓枠は山と海の変化に富んだ氷見線城花線の美しい車窓の風景を絵画のように楽しめるよう豪華に装飾されていました。カーテンはロール式のものが使用されていました。トイレは車両に1箇所設置されており、基本的な配置は元の車両と同じですが、観光列車の改造に伴って同じくリニューアルされていました。ただいまベルモンタ号は停車中の城花線ホームから失礼しました。停車中氷見線のホームから城花線ホームまで車両の構内移動を行っております。構内移動は走行する線路を変える分岐器、通称ポイントを数回渡って200メートルほど富山屋方向に移動した後、進行方向を変え再びポイントを数回渡って今度は城花線のホームへと移動いたします。通常の列車では乗客を乗せての構内移動は行いません。わずかの間ですが、観光列車ベルモンタ号ならではの構内移動をどうぞお楽しみください。高岡駅では氷見線から城花線へは直接入ることができないため、一度富山方向にある車庫線に入り、再び高岡駅の城花線のホームへと移動します。時間にして2分ほどですが、車庫を通り過ぎてかなり先まで進んで行きました。今度は高岡駅城花線のホームへと移動して行きます。とても貴重な構内移動ですが、高岡駅での停車時間は構内移動を含み26分の停車時間であり、高岡駅を出発し終点の新高岡へは3分で到着するため、ほとんどの方が構内移動を体験せず高岡駅で降りて行かれました。間近に普段あまり見ることのない車庫に止まる気動車を見ながら貴重な車庫線内を移動するのも私はとても良い体験だと思いました。10名足らずの乗客を乗せて
車庫への旅を往復したベルモンタは城花線高岡駅へと入ってきました。氷見駅高岡駅間では満席のためゆっくり売店を見ることができませんでしたが、車内には売店があります。白エビのりやホタルイカの佃煮などめちゃくちゃ美味しそうなものがたくさん販売されていました。車内で提供されるお寿司などはこちらで握られて提供されていました。簡易的な水道設備がこちらに設置されており、苦労して提供されていることが分かりました。海鮮丼やお寿司は日替わりで提供されており、その日のネタがこちらに記載されていました。終点新高岡はあと2分少々で到着をいたします。列車内にお忘れ物のなさいませんようお支度をしてお待ちください。高岡駅を出発しました。長らく高岡駅に停車していましたが、出発すれば3分で終点の新高岡です。まさにあっという間の到着でした。快速ベルモンタは現在土日を中心に運転され、土曜日に城花線を2往復、日曜日に氷見線を中心に2往復運転されています。今回は日曜日の氷見線砺波駅から氷見駅までと氷見駅から新高岡駅まで乗車しました。日曜日の氷見線運転のベルモンタは1本を除き高岡駅で構内移動を体験することができます。ベルモンタでは車内で富山の美味しいお寿司をいただくことができ、天気の良い日には氷見線から富山湾越しの立山連峰の素晴らしい景色を望むことができます。北陸新幹線の新高岡駅が見えてきました。氷見駅を出発してから1時間、まもなく終点の新高岡駅に到着します。お待たせいたしました。まもなく終点の新高岡です。お出口は前より左側です。車内にお忘れ物のなさいませんようお注意ください。本日もJR西日本ベルモンタ号をご利用いただきまして誠にありがとうございます。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。富山の美しい風景を堪能できる城花線氷見線を運行する観光列車ベルモンタ号乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。